皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。本日は、Google コラボラトリを使って Python でファイルを操作する基本について、わかりやすく解説していきます。Google コラボラトリは、ブラウザーから Python コードを記述、実行できる非常に便利なツールです。データ分析や機械学習など、様々な用途で活用されていますが、そのためにはデータの読み込みや結果の保存といったファイル操作が欠かせません。今回は、テキストファイルの基本的な書き込みと読み込みの方法に焦点を当てて、その手順を一緒に見ていきましょう。まずは、テキストファイルに1行書き込む方法です。こちらのコードをご覧ください。オープン関数を使って、ファイル名にファイル 01.txt と書き込みモード W を指定してファイルを開きます。W モードで開くと、もしファイルが存在すれば内容は上書きされ、存在しなければ新しく作成されます。f.write メソッドで、Hello World という文字列をファイルに書き込みます。最後に、f.close メソッドで開いたファイルを必ず閉じます。Google コラボラトリでファイルに書き込んだ内容を確認するには、左側のサイドバーにあるファイルアイコンをクリックします。作業領域にファイル一覧が表示されるので、先ほど書き込みを行ったミファイル 01.txt を見つけてダブルクリックしてください。すると、このようにファイルの内容が表示されます。正しく、Hello World と書き込まれているのが確認できますね。次に、ファイルに複数行を書き込む方法です。こちらのコードは、for ループを使って10行書き込んでいます。注目していただきたいのは、f.write strux プラス一重引用符 Hello World \n 一重引用符の部分です。書き込みたい文字列の最後に開業コードである\n をつけています。これにより、書き込むたびに新しい行に内容が追加されます。実行結果はこのようになり、0から9までの数字と、Hello World が各行に書き込まれます。特定の行、例えば最後の行だけ開業コードをつけたくない場合もあるかと思います。その場合は、このようにループの中で最後の行だけ処理を分けることで実現できます。このコードでは、9回目までのループでは開業コード\n をつけて書き込みますが、ループを抜けた後、最後の行ここでは9は\n をつけずに書き込んでいます。書き込んだファイルを読み込む方法を見ていきましょう。ファイルを読み込むには、オープン関数でファイルパスここでは、/content/ ミファイル 01.txt と読み込みモード R を指定してファイルを開きます。R モードは、ファイルを読み込み専用で開きます。f.read メソッドを使うと、ファイルの内容全体を一気に読み込むことができます。読み込んだデータは、数データに格納され、プリントデータで表示しています。ファイル全体ではなく、先頭から指定した文字数だけを読み込みたい場合は、f.read メソッドに引数として文字数を指定します。この例では、f.read10 としているので、ファイルから先頭の10文字だけが読み込まれ、変数チャースに格納されます。WithOpen 構文を使用すると、ファイルの読み込みが終わった際に自動的にファイルが閉じられるため、f.close を書き忘れる心配がなく便利です。Google コラボラトリの実行環境で使いたいローカルにあるファイルをアップロードする方法です。左側のファイルアイコンをクリックしてファイルビューを開き、PC のエクスプローラーやファインダーからファイルをコラボラトリのファイルビューにドラッグ&ドロップするだけで簡単にアップロードできます。アップロードしたファイルを開いて内容を確認したり、プログラムで利用したりするには、ファイル名を指定して読み込みモード R でファイルを開きます。この例では、アップロードしたミファイル 02.txt を f=open ミファイル 02.txt R で開き f.read で内容を読み込んで表示しています。ファイルの内容を一度に全て読み込むのではなく、1行ずつ読み込みたい場合は、f.readLin メソッドを使用します。このコードは、ミファイル 02.txt の最初の1行だけを読み込んで表示する例ですが、ループと組み合わせることで、ファイル全体を1行ずつ処理することも可能です。Python のプリント関数について少し補足します。通常、プリント関数で文字列などを出力すると、その出力の最後に自動的に開業が付加されます。そのため、プリントラインとすると、ラインの後に開業され、
次のプリントの出力は開業から開始されるため20の開業となってきます。プリント関数のエンド引数を使うことで、この自動的な開業の挙動を変更できます。エンドイコールのように空文字列を指定すると、出力の最後に何も付加されなくなるため、ラインによる開業は抑制されます。ファイルへの書き込みとは直接関係ありませんが、出力結果の表示方法を制御する上で非常に便利な機能です。ファイルからデータを読み込んで、それを Python のリストとして扱う方法について説明します。ファイルの内容を1行ずつ読み込み、それぞれの行をリストの要素として格納したい場合によく使われます。最も簡単な方法の一つは、ファイルオブジェクトに対してリドリンズメソッドを使用することです。f.readlines は、ファイル内のすべての行を読み込み、各項を要素とする文字列のリストを返します。また、ファイルオブジェクト自体をループ処理することで、1行ずつ読み込みながらリストに追加していく方法もあります。今度は、Python のリストに格納されているデータを、画面に1行ずつ表示する方法について説明します。リストの各要素を新しい行として、コンソールに出力したい場合に利用します。これは、for ループを使ってリストの要素を一つずつ取り出し、それぞれの要素をプリント関数で出力することで実現できます。この例では、インデックス番号 X とともにリストの要素が表示されます。またプリント関数は、フォルトで開業を行うため、リストの各要素が縦一列に表示されます。これで Google コラボラトリを使った Python でのファイル操作の基本的な部分についての説明は終わりです。これらの基本をマスターすれば、様々なデータの読み書きができるようになります。ご視聴ありがとうございました。